Can I help you? No, gracias.突発的に始めたのに見てもらってる方もいるんですね。日本は夜の10時ですね。お疲れ様です。寒いですか？日本。おはようございます。ゴルゴ1873、13じゃなくて18なんですね。はい、落としちゃったまだキューバは昨日のね夜に来てね、寝て起きて朝ごはん食べたばっかりなんで、特に何も言うことないんですけれども、またなんかさらに物がなくなったような気がしますね。今いるここがハバナのミラマールというエリアで、ミラマールって日本だとそうだな、大使館とかがたくさん建ってるところなんですよね。山の手っていうか治安がいいところで、ここも大きい国の大使館がたくさん建ってる通りなんで、閑静なあと住宅街って感じなんですけれども、このホテルメモリーズミラマーはその真ん中に立ってるところなんですね。有名なメリアハバナとかホテルとかも同じ並びにあるんで、客層もいいんですけれども、なんか昨日の夜来たらロビーのソファーの数が半分ぐらいになってたような気がするんですよ。模様替えっていうわけでもなさそうだし、でもなんか昨日の夜ホテルに着く前タクシーで街中走ってたら、なんか全然見た時のないようなピカピカの飲み屋バーかなカフェかなみたいなのが 3,4 軒新しくできてて、なんか電飾で飾ってて、建物も真新しいし、キューバはニュースとかになると現地の人の話とか聞いてると、日本以上に物価が上がって物もないですし大変だっていうふうに言ってますけどあんまそうじゃなくて、どっちかっていうと貧富の差がまたこれまで以上に広がったんじゃないのかなっていうような感じですけどね。キューバへの制裁は深刻なんですか？難しいですね。でも特に話すネタもないんで、このネタを引っ張りましょう。キューバの制裁ってアメリカのケネディ大統領の時代から始まっているんで、もう50年以上やられてるんですね。で、国から国への制裁って最近では分かりやすくて、アメリカ、ユーロ、世界中からロシアに対して制裁が行われてるじゃないですか。要は物を買わない、物を売らないようにするっていうやつですね。で、さらにロシアの通貨ルーブルでの取引とかはしないみたいな感じで、ロシアぐらい大きい国になったらね、石油とかガスはどこの国でも買ってくれるから、言うてもあんまり困らないと思うんですよ。ロシアのエネルギーの売り上げは全然下がってなくて、今上がってますから、金額もね。でもキューバみたいに何もない国だと、特に昔はアメリカ一極主義だったんで、もう何もできないんですよね。物も入ってこない、物も売れない、石油どころか何も入ってこない。当時はソビエトがあったからソビエトが助けてくれましたけど、地理的にものすごく遠いので、それでもかなりカツカツだった。しかもソビエト崩壊した時はもっと大変だったらしいですから、具体的にどういうふうな制裁かっていうと、分かりやすく言うと日本と北朝鮮が一番分かりやすいですね。日本は北朝鮮からのものを絶対入れない、あっちにも出さないで、その国の、資産を凍結する。で、その国の人をブラックリストに入れる。メディアを通じた情報ではオバマ政権の少し緩くなったと疑い、トランプ政権の再度引き締められたとの認識です。そうですね。結局
キューバでドルを使わせないとか、キューバのものをアメリカに持ち込ませないとか、そういうふうな制裁があったんですけれども、オバマ大統領は、どっちでしたっけ、共和党でしたっけ、アメリカのフロリダにキューバ革命で逃げてきたキューバ人の子孫が一大コミュニティがあって、そこがすごい大きい、民主党ですか失礼しました。そこがね大きい評伝なんですよね。で、そこを取ろうとすると反キューバにならざるを得ないんですよね。なぜなら土地も没収されて家族も皆殺しにされたので、キューバに恨み骨髄なんですよ。でそこを取るかどうかっていうのが大統領選の肝になると、その党が対キューバの政策をどうするかその時点で決まっちゃうんですけれども、オバマ大統領の時は、そこの表現が必要なかったので、新キューバ、隣の国だから長くしようぜっていうことで、あの時は、アメリカにキューバの品物を、持ち込んでもいいよ、売ってもいいよ。花木とかだったら、個人に限り100ドルまで持ち込んでいいよ。で、旅行も行ってもいいよ。実はアメリカからキューバって旅行行けないんですよね。旅行行けないのでどうするかというと、人道支援っていう名目でボランティアで行くんだっていうのを書類を作らせて、アメリカ人にそれで何があっても訴えたりしませんよみたいな感じの誓約書を書かせて、キューバに連れてくるんですね。そこまでして行きたい人は、ほとんどいないので、アメリカからキューバへの、観光客ってまずいないです。おじいちゃんおばあちゃんですね。若い人は来ないです。おじいちゃんおばあちゃん、アメリカのおじいちゃんおばあちゃんってキューバにものすごい憧れがあるんですよ。なんでかっていうと、じいちゃんおばあちゃんたちが子供の頃、キューバってほぼアメリカだったんですよね。アメリカ人が遊びに来て、アメリカのホテルがあって、アメリカのクラシックが走ってて、カジノがあって、マフィアがいて、そういうなんか憧れ、過去に対するなんかそういう風な思い出とかをね探しにキューバに行きたがるおじいちゃんおばあちゃんがいるんですよ。なんか日本だとね、はとバスでレトロな街並みを東京都内を巡ったりするのにおじいちゃんおばあちゃんが参加するじゃないですか。あんな感じですよね。その頃から経済制裁を食らってるので、キューバは結局物も金も入ってこなかったんで、その時のものを使い続けるしかないんで、古いアメ車とか建物も残ってるんですよね。資本主義に従わない国家は根絶やしにするのが現代の常ですね。物と引き換えに、コメントが消えちゃう。物と引き換えに心や時間を奪われるのです。そうですね。まあもうアメリカ一極主義ではないんですけども、やっぱり影響力はものすごくでかいので、しかも隣の大国から物も金も人も来ないので大変じゃないですか。日本で言ったら中国から一切物も人も金も入ってこないのと同じような状態なので、いかに日本というのはそれは大変ですよ。どのぐらい大変かっていうと、ちょっと前にロシアが世界の金融決済、SWIFT から締め出されて銀行間の送金ができなくなるって大問題になったじゃないですか。キューバって50年以上前からその状態ですから。以前キューバ国内の浜松在庫は潤沢とお話されていましたが、今でも在庫豊富ですか。そうですね。現地の人からメッセージのやり取りとか写真とか送ってもらったりもしてもらいますけれども、普通にありますよ。前も言ったかもしれないですけれども、世界中で葉巻が枯渇しているのはコロナと戦争で流通網が狭められた、あと流通に関わる人が少なくなった、あとはインフレですよね。そこのところが問題で、工場は作り続けるんですよね、どこでも。例えばウクライナでもウクライナで小麦がめっちゃ山のようになってて運べなくて腐ってるとかいうふうな話が出てるじゃないですか。キューバは全くそれと同じです。世界中で同じことが起きてるので、売れないから止めるっていうふうなわけにもいかないので、どんどん作り続けて、言い方悪いですけれども、ふん詰まりみたいな感じになってるんですよね。生産地には山ほどあって、欲しい国には全然送られてこない。特にコロナの時なんかは物流網がズタズタになって、今のコロナですけれども、でも食料品と医療品が最優先なので、それ以外のものって
ほぼほぼストップしちゃったんですよね。今はそれがね戦争が輪をかけてなっちゃってしまってるので、その状態は全然変わってないですね。コメント飛ばしちゃった。ただ物がなさすぎてもつまらなさそうですね。そうですね。キューバも昔はソビエトがあった時代は砂糖、キューバの名産ですね、そこら中で取れるんで、砂糖をバーターにしてソビエトから石油なりガスなりを買ってたんで、かなり潤ってたんですよね。ソビエトで砂糖が取れないのでものすごい貴重品だったので、そこで助け合いっていう風な感じで、70年代なんかはキューバもかなりの国力があって、海外に共産革命とかしてる国に派兵とかしたり軍事顧問とか送ったりとか、そういう風なこともできてたんですけれども、今は難しいですね。そうそうで、オバマ大統領の時にかなり緩くなって、その時、アメリカからの投資も呼び込んでキューバにたくさんホテルを建てよう、観光用のホテルっていう風な感じになったんですね。ただその後急転直下でね、共和党トランプ大統領変わってしまったんですけれども、共和党っていうのは伝統的に反キューバなんですよね。トランプ大統領がクリントンさんと大統領選で戦った時に、僅差で勝ったんですけど、その時在アメリカキューバ人のコミュニティ、つまりフロリダの票田がトランプ大統領が獲得できたのが大きかったらしいんですね。彼らはキューバの工場主とか地主とかキューバの資産家の人たちの子孫なんで、革命で全部国有化される時に気の身気のままでアメリカに亡命してきた子供たち、まだその存命の人もいるし、その2世の人もいるし、自分たちのものを勝手に取ってもう親族皆殺しにされてしまったんで、絶対に許さない、アメリカとキューバは絶対に国交を許さないっていう風な考えで、じゃあキューバに厳しくしましょうっていう風にしたのが、トランプ大統領なので、伝統的なアメリカの方策ではあると思いますけどね。おはようございます。それでアメリカへの投資を、アメリカからキューバへの投資を止める、アメリカからの旅行客を止める、キューバから物を入れないっていうふうに元通りにしたんで、キューバ側からしたらはしごを外されたような状態なんですよ。ですからまだね作ってる途中のホテルとかありますよ、オバマ時代。もうその時から凍結されてしまってそのまんまになってるものとか、大体はその途中のホテルを海外、アメリカ以外、特にスペインですね、スペイン資本の会社が、ホテルチェーンが買い取って、もう自分のところのホテルに踏み込んじゃうっていうのをしてますからね。キューバの現地の在庫とかキューバ現地の状態については俺の YouTube のチャンネルに詳しく現地の写真とかね、動画とか証言とかを元にしたものを載せてますので、それ見てください。で YouTube とか SNS とかは普通にライフラインになってるから、もうみんな使いこなしてるから分かると思いますけれども、例えばね、名前出していいのか分かんないけど、某ひろゆきさん、某中田さんとかチャンネルありますけれども、見てる人が多いからフォロワーが多いから正しいかっていうと全く違うんですよ。ああいうのは面白いから見てるわけじゃないですか。
それを真に受けて、ネット上で揶揄されるっていうこともあったりするので、つまりひろゆきがよく言ってた嘘を嘘と見破れない限り使いこなすのは難しい。でも日本で一般的に教育を受けてる人たちは基本的に分別っていうものがあるので、先入観とかがなければ何が正しいか何が間違えてるのかとかね、すぐ分かると思いますよ。ただコロナがいい踏み絵でもうコロナが多分今アフターコロナみたいな状態になってると思うんですけど、もうコロナと同居してるウィズコロナの状態ですけど、コロナが入ってきたばっかりの時にこの人やべえなっていう風な踏み絵になりましたよね、コロナってまともな考えをしてる人かどうかっていうのがよくわかる。それを見ればコロナに対する反応がね、人間常に試されてますよね、そういうの。何かに対するリアクションがその人の鏡になって、その人が一体どういう人なのかっていうのをその人が言う言葉よりも雄弁に語る。いつまでいらっしゃいますか？多分ね、金曜日までいると思います。久しぶりに来ましたけれども、なんかでも空港に入ってくる人の数の段違いで、やっぱり国際的な人の往来は元に戻ったかなと思います。前はね、本当2年ぐらい前のコロナ全盛の時に飛行機乗客3人とかいう風な時もありましたから、でもああいうなんか全然人がいないの、その業界の人にとってはたまったものじゃないと思うんですけれども、なんか非現実感というかガラガラ感は結構好きだったんですよね。当然飲食とかね、飲み屋さんとかやってらっしゃる方とかは全然笑えない状況だとは思うんですけれども、なんつうか、これ絶対歴史の教科書に載るな、今歴史の真っ只中にいるんかなとか思うと、なんかちょっと高揚感がありましたよね。キューバなんかはね、元から特定の国、近くの国とかの人とかは人気の観光地なんで、すぐに元に戻ると思うんですよ。キューバに観光で来る人が多いのはカナダとフランスなんですよ。カナダっていうのは実は地球の位置で言ったらカナダのずーっと南に行くとキューバがあるので時差がないんですよ。で、アメリカ大陸を越えればすぐなので4時間ぐらいでカナダからキューバに来れちゃうので、カナダ人ってキューバすんごい好きなんですよ。カナダがめちゃめちゃ寒いっていうのもあると思うんですけれど、あとフランスですね。なんか伝統的にフランスとキューバってつながりが強いんですよ。国としてもつながり強いんで、エールフランスとかはずっと前からキューバまで飛んでますし、あとキューバといえばハバナクラブですけれども、ラムのね、ハバナクラブってフランスのペルノ・リカールが代理店になってるんで、キューバのラムを買おうとしたらフランスのペルノ・リカールから買うっていう流れですから。何なんだろうな、フランス人が最も好きじゃなさそうですけど、ハバナの街並みとか周囲の音いや俺の後ろでずっと電話してるおばちゃんがいるだけなんですけれどもキューバはカナダ、フランス、ヨーロッパから
来る人が多い人気の観光地ですから元にすぐ戻ると思うんですけど、日本の観光客あんまり戻ってこないですね。でもちょうど今春節だから中国からどうなのかな、そうおばちゃんから中国からの観光客が戻ってないから観光客が少ないんですよね。どうしてもねハバナに来ると葉巻っていう風に考えられがちなんですけども、当然ねそれはそうなんですけども、要はずっと来てると葉巻の話だけではなくなってくるんですよね。葉巻の話を理解するためには葉巻を作ってる人たち、作ってる国、その国土、環境とか歴史とかいう風なのを抜きではどうしても話せないんですよ。で、葉巻についての知識を深めたりしようとすると、そこは絶対避けて通れない道なんですね。葉巻の知識なんてたかが知れてるんで、値段の話とか何がある何がないとかいうふうな話だけしてても意味ないし、そんなのネット見てれば誰でも分かるんで、そうじゃなくて、その国、政府、国土、自然、歴史について知ることが葉巻そのものを知ることの一番の助けになるんですね。で、日本の場合はアメリカ系の国、英語圏の国に属しているので、どうしてもラティーノ、スペイン語圏、世界の半分がスペイン語圏なんですけど、そっちの情報って入りづらいんですよね。メディア、マスコミとかがそれについて日本にとってはあまり意味がない、価値がない情報だと思って、入れない、いいだろうっていうふうなことで省いちゃうんですよ。でもスペイン語話者の世界は世界の半分なので、無視できないはずなんですね。そういうふうなものを知るためにはラテン系国家、あとは南米、アメリカを除いたアメリカ大陸、イベロアメリカーナって言うんですけど、そこの知識を得ないといけない。そういうふうなことを知って、ようやく葉巻についても深く知ると思うので、歴史に基づいた情報とても好きですありがとうございます。もう歴史が嫌いな男の子ってあんまりいないですから。だから今ラテンアメリカ系、そうですね、スペイン語話者の中で特にUSA を除いたアメリカ大陸で一番話題になっているのはブラジルです。ブラジルの新大統領ルラ大統領が就任したけれども、それを認めなかった反ルラ政府、ルラ系の人たちがデモを起こして暴動を起こして議事堂とか最高裁判所とかに突入したじゃないですか。もう完全にアメリカの議事会選挙と同じブラジル南米版が起きちゃったんですけど、それが一番大きな問題ニュースですね今スペイン語圏でも。それって日本だと本当にニュースの端っことかにしか出てこないじゃないですか。何なのそれみたいな感じなんですけど、このことについてキューバ政府もものすごい重く考えてて、連日反ルラ政権を攻撃するようなニュースであるとか新聞であるとかばっかりです。多分イデオロギー的に政府をひっくり返すとかそういう風な考え方はキューバはアレルギーが出るので絶対に許せないので攻撃するっていうのがあると思うんですけれども、あとルラ大統領は左派政権なので、どちらかというとイデオロギーがキューバ寄りなので擁護したいっていう風なのもあるんでしょうね。あとはメキシコを除けばイベロアメリカーナの中で最大の経済的独立している国なので、ここのところが政権不安定になるっていうのもキューバにとってはありがたくない話なんでしょうね。ルラの自宅が軍部の後押し情報を撮影しているんですね。そうなんですよね。政治の話でも何でもそうですけれども、勝った方が話を作ってそれが残るので、
何かが起こってる時ってその現段階では何とも言えないんですよ。リアルタイムでその場所にいて、でその情報が直で入ってこない。ちなみに日本に来てるブラジル系の人って反ルラ系の人、親ボルソナロ派の人がすごい多いんですよ。だからそういう風な脚色もされてしまうっていう風なものを差し引くと、正直なところわからないっていう風なところなんですよ。さっきの何派何派日本が多いっていうのも結局俺が収集できる情報の中でしか話ができないので、それを言ってることも 100% 正しいかっていうのも疑ってもらいたいんですよ。俺がブラジル人でリオデジャネイロにいてリオでこの話をしてるんだったら、もっと信憑性とかいろんな面から見てるからっていうふうなことが言えると思いますけれども、言ってる人を俺も疑ってもらいたい、俺のことも疑ってもらいたいんですよね。俺はこうだよっていうのは言えますけど、ここからの情報だよっていうふうな紐付きでしか言えないので、だから俺はキューバ側っていう面から見たブラジルっていう風な話でしたら今できるんですよね。そういう風に情報を提供して、でどの情報をキャッチアップするかっていうのはそれを受け取る人の考え方なんで、だからどっちかっていうとニュースソースはたくさんあった方がいいよっていう風な話ですよね。これはどんなジャンルでも間違いないと思います、ルラ嫌い多いでしょ。ルラ大統領は左派なので、国際的に自分の国よりも海外との協力っていう風なのを重んじようっていう風な、体制の人なので、だからボルソナロ大統領はブラジルのアメリカ大統領トランプだっていう風に言われてたんですけど、それはもうトランプ大統領のアメリカファーストみたいな感じで、ボルソナロ大統領はブラジルファーストだったからなんですよね。伝統的にそういう風な右派の人っていうのは低所得層、あとブルーカラーの人の支持が高くなるので、ブラジルから日本に来てる人っていうのは、大体が日本で成功してる人の親族とかを頼ってきたりするので、ブラジルのスラムの人たちと比べると上の方なんですよね。だから、どっちかっていうとルラ政権に好意的な人が多いっていうふうな分析ができるとは思います。政治の形にあれだけの大人数が連されたのは自然なデモではないかと。それが間違いないです。まあそうですよね。このね SNS 全盛期の時代ですから、焚きつける何かがあったりするのは間違いないんですよね。それがいいのか悪いのかちょっとよくわかんないですけど。だからね、どうしてもなんだろうな、大元とあと話が伝わったところ、受け取り方っていうのはね、色眼鏡を使っちゃうのはどうしてもあれるし、それは仕方がないことなんですけれども、だからこそ一方向じゃなくて、特に政治とか国の話はいろんなところから見た方がいいですよね。例えば話が戻ってキューバですけど、キューバではチェゲバラって別に人気がないので、チェゲバラが好きなので外国人なんですよね、キューバから見たら。この話ももう何十回もしたかもしれないですけれども、まずアメリカの傀儡国家だった時のキューバはバティスタ政権って言って、アメリカのもう領主しまくるバティスタ大統領っていうのがキューバの支配者だったんですけれども、いやアメリカからね、砂糖とかのプランテーションで奴隷のように働かされて、で、金を全部巻き上げられてしまう外資の会社、アメリカの会社とか、そんなの嫌だ、もう一回独立しようっていうことで起きたのがキューバ革命。その時キューバ革命の精神の柱になったのがホセ・マルティっていう
一番最初にスペインからキューバが独立した時の支えになった人の思想なんですね。でそのマルティ主義を掲げて、フィデル・カストロっていう弁護士とその弟と、賛同したキューバの革命同士が、メキシコに行って、そこからグランマっていうボートに乗ってキューバに再入国して、どんどん人気が高まって人がたくさんついてきて兵士がたくさん増えてハバナに入場してキューバ革命になった。その時メキシコで集めた傭兵の一人がチェゲバラ。チェゲバラ、アルゼンチン人の医者ですね。実はキューバ人からしたら傭兵、外国傭兵、外人部隊なので、かなり複雑な気持ちがあるらしいんです。確かに、かなりの協力をした人なので無視はできないけれども、でもキューバ人ではないんですよ。だからキューバ政権、新しく革命政権が発足した時に大臣とか国の銀行のトップとかにもなりましたけれども、すぐに外されちゃったりもしたんですよね。キューバからしたら自分たちの国で革命を成し遂げたリーダーのフィデル・カストロ、こんにちはですねフィデル・カストロ、ラウル・カストロで、そして武装蜂起のメインメンバーだったカミロ・シエンフェゴスとかが三英雄になるんですよ。じゃあなんでキューバでチェゲバラを持ち上げるかっていうと、外国人がチェゲバラが好きだからなんですよね。チェゲバラっていう見た目もイケメンで写真写りもいいで、革命に闘志を燃やす、自分の国ではないのに滅私暴行をした人っていうことで、キューバに来てもチェの話をした。だから T シャツとかにしたりポスターにしたりカレンダーにすると売れるので持ち上げてるように見えるんです。ゲバラもそのことよく分かってたのか、キューバで居づらくなったのか、革命政権ができてしばらくしたらキューバから出てっちゃって、別の国、アフリカとかでね、革命政権とかを打ち立てるために軍事拷問とかゲリラとして参加してますから。キューバ人はもう誰が何と言おうと革命の第一人者はフィデル・カストロ、フィデルのおじいちゃんっていう風な認識なので、キューバイコールチェゲバラっていう考え方はもう外国人特有の考え方みたいですね、キューバ人からして。ゲバラも自分がカリスマ性があって人気が高いっていうのは分かってたらしいんで、自撮りしまくってるんですよねチェの写ってる写真でほとんどが自撮りなので、当然時スマホとかないから撮らせてるんですけれども、そこのところは計算し尽くしてやってるので、かなりナルシストだったっていう風な、ね、話もあるのでまあでもそういう風なイメージ戦略も多分革命には役に立ったっていうのもあるとは思うので、チェがキューバ革命に対してやったことっていうのは確かに大きいんですけど、ちなみにキューバ革命もね、別に社会主義共産主義革命ではないので、最初に話した通り革命は革命の父、革命の精神的中だったホセ・マルティ主義なのでマルティ主義だったんですね。ただ、革命がなった後に、アメリカが反キューバっていう風な路線になってしまったので、どこか、ね、当時はソビエトとアメリカの二極主義、二極世界だったので、どっちかの自由に組みせないといけないってなったら当然自然的にソビエト側になるので、そこで、革命は社会主義革命だったっていうことで統括し直すんです。成功した革命だから美化されてますけど、所詮は殺し合いで、日本でも起きた社会主義運動、学生運動みたいなのとあんまり変わらないんです、下地的なところ。だから政治闘争もあったし、粛清もあったし、綺麗な面だけではないんです。そこはハバナの革命博物館とかに行くとよくわかります。そうです。ホセ・マルティっていうのは
スペイン統治からキューバを精神的に独立自立させるための、哲学っていうかそういうふうな考え方を作った人です。もっと前に行くとボリバー将軍とかね、葉巻のボリバーもそうですけど、ボリバー将軍の名前すごい長いんですけど、彼はスペインから来た、植民地を統治するために来た貴族の子孫、これはクレオジョって言われる人たちなんですけれども、そういう人たちなのでルーツはスペインにあるけどキューバとか南米で生まれて成長したので、そっちの人たち寄りの考えなんですよね。だから、自分たちの仲間をスペインの支配から断ち切って独立させてあげたい、自分たちで生きていってもらいたいっていうふうな考えで、大コロンビア思想っていうのをボリバー将軍がぶち上げて、南米を一国として一つの巨大な国として独立させようというふうな、戦いをしたんですよね。ただボリバー将軍の考え的には一つの大コロンビア、大イベロアメリカーナっていう一つの国を作りたかったんですけど、結局分裂して南米っていろんな国になっちゃったんですよ。それでもスペインから南米を独立させたっていうふうな功罪はすごく大きいので、ボリバーは南米諸国で尊敬されてます。ボリビアなんか国名になってますし、空港とか地名にはボリバーの名前たくさんあるんですよ。当然キューバも、南米のために力を尽くした人なので、ボリバーの銅像とかたくさんあったりします。偉人の一人ですね。そうそうそう、シモン・ホセ・アントニオ・デラ・サ・サンティシマ・トリニダード・ボリバー・パラシオネ・ポンテイ・ブランコ、それがボリバーの本なんです。なんで長いかっていうとね、スペインの貴族の血を引いてるからですよね。葉巻始めた頃チェゲバラ知らないって言ったら葉巻紳士たちに怒られました。知る必要はないんですよね、別に。葉巻の世界では別に重要な人物ではないです葉巻吸ってた人ですから。なんか葉巻の世界って葉巻をたくさん吸ってるとか葉巻をたくさん持ってると偉いっていう風に勘違いする人がいるんですけど、全然偉くもなんともないですから、そんなのキューバ人で葉巻の世界に一番貢献したのはフィデル・カストロです。間違いないです。チェ・ゲバラは葉巻に対して何もやってないです。だってコイーバ作ったのフィデル・カストロですからね。一番偉いですよね、それ考えたら葉巻の世界で。けどいいんです。葉巻もそうですけれども、何々だっていう風に声のでかい人がどうしても意見通りやすいですし、あと最初に教え込まれたことがどうしても頭に残るので、それに意固地になって変えようっていう風な人はほとんどいないですから。葉巻する人ってまあまあいい年こいたおじさんとかで今更変えられないじゃないですか、思想の性癖もやり方も。そう、ボリバーはコロンビア、ベネズエラ、ボリビア初代大統領ですね。もう本当は北米を除いた全ての国を一つの国にしたかったらしいんですけれども、そうなってたらね、EU よりも大きい経済圏ですよね。実際今でも北米をカナダ、アメリカを除いた南米各国が入っているリベルアメリカーナ協力機構という緩い同盟みたいなのがあるんですけれども、実際はそれがね、一つの国、一つのEU みたいな共同団体になったらすごい力を持ちますよね。だからね、葉巻の話をするのに葉巻の話だけするっていうのは変な話ですけど、それでも十分面白いと思うんですけど、そうじゃなくて葉巻を生み出す土壌、自然、国家とかそういうふうなものにも興味を持つと、もっとね幅が広いんですごく面白いし、葉巻についての話も一本背骨が通ることになるんで、すごくいいことだと思うんですよ。ぜひそういうふうなこととかにも興味を持ってもらいたいです。でないとね、つまんないです。ただ葉巻のためだけに葉巻を吸うっていうのはもったいないし高すぎですよね。葉巻高い金を払って葉巻を吸うんだったら、その葉巻っていうものを通してそういうふうないろんな見聞とか知識とかを醸成することがすごく有効なことだと思います。そうすればね、シガーライフもね
すごく実りのあるものになると思います。ということで葉巻もこんなにちびけてきたので、そろそろ、これでおいとましたいと思います。また明日もね時間あったらやるかもしれないので、その時に見てもらえばいいかなと思います。ではハバナから夜のもうすぐ11時の日本の皆さん、さよなら。